だよ。任天堂スイッチで発売中のパズルボブルシリーズの新作、パズルボブルエブリバブル。今回は前回に引き続き特殊バブルの解説をするよ。今回解説をする特殊バブルはこちら。それぞれの特性をしっかり理解してステージ攻略に役立ててね。それぞれチャプターがついてるから見たい箇所に飛んで見れるよ。ブラスター。レディーゴー。ブラスターの説明だよ。ブラスターは1秒ごとに矢印の角度が変わっていく特殊バブルで、当てた時の矢印の方向にビームを出して、両側それぞれ5バブル分一気に消すことができるよ。どの方向に消すのが効率的かよく考えて、タイミングを測ってバブルを当てて消そう。あと、ビームの範囲内にボムやブラスターがあれば、連鎖発動して、板やスカルモンスターも消すことができるよ。パヨポヨパヨンパーヨンパー。このステージは、一番上の黄色だけが天井につながってるから、ブラスターの矢印の方向をうまく合わせて、一気にバブルをちぎり落としたよ。黄色のバブルまで、ちょうど5バブル。そこに気づけるかどうかだね。パヨポヨパヨンパーヨンパー。次は、ブラスターの応用編。レディーゴー。ちぎり落としたブラスターは、とっても強力。落とした瞬間の矢印の向きで固定されたブラスターをストックしていつでも好きな場所に使えるよ。まずは斜めの向きで落として、ここに使う4パー。こんな風に使いたいビームの向きに矢印が来るようにタイミングよくちぎり落とそう。横一直線に一気にバブルをちぎり落とすのにもとても便利だから、対戦やスカルタワーの攻略にも活躍するよ。ペイントチェンジ。ペイントチェンジの説明だよ。レディーゴー。前編で説明したペイントバブルとチェンジバブルが一緒になったようなバブルなんだ。1秒ごとにペイントバブルの色が変わって手玉を当てると当たった瞬間のペイントバブルの色に周囲にバブルの色を変えてくれるんだ。このバブルが出てくるステージはどの色に変わった瞬間に当てるのが一番効果的か考えながらプレイしていこう。このステージだと起点にくっついているバブルが何色かが大事になってくるよ。例えば真ん中の支点右側にくっついているのが青いバブルで周囲にバブルを変えてくれるから、青の時に当てたらそのまま支点にくっついているバブルまで一気に消せたよ。左側の緑バブルもペイントチェンジで周囲を緑色に変えてクリア。次はペイントチェンジの応用編。ペイントチェンジはちぎり落とした瞬間の色でペイントバブルとしてストックしていつでも好きな場所に使えるんだ。ここのステージでは左右の支点にくっついている青いバブルが消しにくそうだから、青いペイントバブルをストックして青いバブルでつながるように色を変えていくよ。こっち側もそれ。どこの色を何色に変えたいかよく考えてペイントチェンジを落とすタイミングを見極めるのがポイントだよ。ペイントライン。ペイントラインの説明だよ。レディーペイントラインは左右5バブル分一直線にペイントラインと同じ色に染めるバブルだよ。どんな色のバブルを当ててもペイントライン内のインクと同じ色にバブルの色を変えてくれるよ。
インクと同じ色のバブルを当てると、こんな風に当たった瞬間、そのまま消すことができるから、早くステージをクリアできるね。レディーペイントラインはちぎり落とすと、こんな風にアイテムとしてストックができるよ。左右5バブル分をはめられるから、どこに当てれば、どこまで色を変えられるかを考えながら、ペイントラインを使おう。このステージは、ピンクでつなげて、こんな風に一気に消すと、左上のチャックンを抽出できるステージになってるよ。ペイントチェンジライン。レディペイントチェンジラインの説明だよ。ペイントチェンジのライン版になっている特殊バブルだよ。同じように1秒ごとに色が変わっていくから、どういう風に当てていけば効率よくクリアできるかを考えつつ、色を当ててみよう。このステージだと一直線に並んでいるペイントバブルにうまく色を当てていけば消せるから、ペイントラインチェンジの上のバブルが何色なのかを見つつ、その色に変わった時に同じ色のバブルを当てれば、そのまま消すことができるよ。本当は紫バブルを当てて一気に消したかったんだけど、間違えて緑バブルを当てちゃった。次こそは今度はうまく消せたね。ペイントラインチェンジもちぎり落とせばストックしてアイテムとして使えるよ。ペイントチェンジと同じで、ちぎり落とした瞬間の色の状態でアイテムとしてストックできるよ。スカルモンスター。スカルモンスターの説明だよ。レディーゴー。スカルモンスターはバブルボブルの頃から登場している無敵の敵キャラクター。エブリバブルではお邪魔なギミックとして登場するよ。バブルをこんな風に当てると、寝ているスカルモンスターを起こして怒られちゃって一発アウトでゲームオーバーになっちゃうよ。だからスカルモンスターにバブルを当てないように気をつけながら、他のすべてのバブルを消していく必要があるよ。邪魔なスカルモンスターはゴムバブルやブラスターを当てると追い払うこともできるよ。またゴムバブルを当てる以外にも、こんな風にちぎり落とせば追い払えるんだ。ゴムやブラスターで追い払ったり、うまくちぎり落としたりしながら、スカルモンスター以外のバブルをすべて消していこう。ここは上の方のスカルモンスターごとちぎり落とすのもありだね。タイムプラス。レディーゴー。このステージ、時間が15秒しかないんだけど、大丈夫だよ。プラスマークのついたタイムプラスを割ると、時間が10秒回復するよ。でも、こういう風にちぎり落としちゃったり、ゴムやブラスターで壊しちゃうと、回復しないから、必ずバブルを3つ以上つなげて、消すようにしよう。欲しい色が来ないときは、こんな風に、違う色のバブルをちぎり落としやすいところにくっつけて、タイムプラスがついたバブルをこまめに消していくようにするのがいいね。タイムマイナス。レディーゴー。タイムマイナスはタイムプラスとは反対の特殊バブルだよ。
マイナスマークのついているバブルを消しちゃうと、こういう風に持ち時間が10秒マイナスされちゃうから、タイムマイナスを消さないようにしよう。タイムプラスとは逆で、同じ色のバブルはつなげないようにして、ちぎり落としていこう。もしくはボムやブラスターがあるステージだったら、それで破壊していくのもありだよ。タイムマイナスはつなげて消さないように、注意してステージをクリアしよう。特殊バブルの解説動画。前後編で解説したけど、どうだったかな？ 2 つの動画を見て、頑張って、全ステージ星3クリアを目指してね。特殊バブルの中でも、横一直線にバブルを消せる、ブラスターや、ペイントラインは、対戦で大量のバブルをちぎり落とすのに、とっても便利だから、うまく使いこなしてみてね。また、もし他にもわからない点とかあれば、コメント欄で教えて。みんなよろしくね。さよんぱー。